ジョン・フレデリック・グラッスル博士は1939年アメリカのオハイオ州で生まれました。海のない土地に育った博士は中学生の時、アクアラングの発明者の一人ジャック・イブ・クストーの著書を読み感銘を受けます。そして次第に水中の世界へ憧れを抱くようになりました。1957年、博士はエール大学に入学。専攻は動物学でしたが、指導教官の勧めでマサチューセッツ州にあるウッズホール海洋研究所でのカキ研究に参加します。そこで海洋生物の採集を続けるうち、強く海洋学者への憧れを持つようになりました。1967年、デューク大学で海洋生物地理学の博士号を取得。その後、フルブライト奨学金を得て、オーストラリアのサンゴ礁に生息する海洋生物と生態系の研究に取り組みます。この研究成果が認められ、博士はウッズホール海洋研究所で海洋学者としての第一歩を踏み出すことになりました。研究所では海洋研究の第一人者ハワード・サンダース博士に師事。サンダース博士のもとには生物学の研究をなさっていた昭和天皇もかつてご訪問なさいました。そしてこの頃博士はデューク大学在籍中に出会った研究仲間のジュディさんと結婚します。長男のトム君も生まれ、忙しい研究の合間を縫って家族との時間を楽しむようになりました。1970年代当時、研究所は深海の海洋プレート境界付近に存在すると考えられていた海底火山や熱水噴出口の発見を目指していました。そして1977年、ガラパゴス諸島近くの深海底で温水が湧き出る熱水噴出口が初めて発見されました。これを受けてグラッスル博士は1979年、潜水調査艇アルビン号で深海の調査研究を開始し、生物サンプルの採集に成功。深海生物研究の大きな一歩を踏み出したのです。熱水噴出口のうち摂氏300度以上の黒い熱水を噴き出すものはブラックスモーカーと呼ばれています。この熱水には硫化水素などの有毒化合物が含まれています。こうした環境に加え、光も届かず光合成生物が生存できない深海は、ごく限られた生物だけが生息する砂漠のような場所と考えられてきました。しかし熱水噴出口の周辺にはチューブ状の殻を持つチューブワームやシロウリ貝などが群生する豊かな生態系が育まれていたのです。これらの生物は太陽光ではなく地球内部から供給される他の物質をエネルギー源にして生きているに違いない。博士はそう考えました。グラッスル博士のこの仮説はその後の研究で裏付けられ、化学合成として知られるようになります。熱水噴出口付近では地球内部から硫化水素などの化学物質が供給されています。硫黄細菌などの微生物はこれらを酸化して有機物を合成。チューブワームといった大型生物はそうした微生物を体内に取り込み共生して生きていたのです。その後博士は世界中のさまざまな海域から海底の泥のサンプルを採取し、深海に関する過去最大規模のデータを収集。こうした実証研究により深海の生態系は時間をかけて構築され、種の多様性は極めて高いということが分かりました。この発見に基づき深海はパッチモザイク動態と呼ばれるさまざまな環境で構成され、その生態系は熱帯雨林に匹敵するほど豊かである
と博士は結論付けました。さらに博士は海洋生物の国際的研究ネットワーク海洋生物センサスの設立に大きく貢献。全海洋生物の多様性の解明を目指し、長期的な分布や個体数の調査・解析に取り組みます。海洋の生物多様性が急速に失われつつある現在、センサスの調査は最も保護を必要とする海域の特定や変化を測定するための基準値作りなどに大きく貢献しています。さらに博士は研究仲間に働きかけ、センサスでの研究成果を海洋生物地理情報データベースオービスで公開。現在このデータベースはユネスコによる管理のもと世界中で活用されています。こうした功績が評価され、グラッスル博士は数多くの賞を受賞されました。研究の傍ら博士は世界中の文化や自然に触れる時間を大切にしています。広い視野で地球を見つめ続ける博士の研究はこれからも続きます。自然史の知識は教養人の証です。研究の過程では野外や実験室での実際の体験を通して科学を学ぶ機会が必要です。科学への高い関心を持つ若者は大学でそれをより深く追求するべきです。私自身そうした実体験の一つ一つが将来進むべき道を決める際の重要な要素となりました。